はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。早いもので2021年も今日で終わりです。1年間ありがとうございました。来年もどうかよろしくお願いいたします。ということで、最後にふさわしく今日は熟成肉ワーストランキングで振り返っていきます。それでは早速やっていきましょう。まずは第5位です。2021年7月に出したチョコレート熟成肉です。この回は完全にチョコレートの香りと甘さがお肉に移りました。またお肉もただ単に硬くなった感じで、お肉の良さが引き出すことができませんでした。次はカカオ 90% など甘くないチョコレートを使って再挑戦しています。続いて第4位です。第4位は2021年3月に出した唐辛子熟成肉です。唐辛子にはカプサイシンという殺菌防腐効果があります。お肉自体に唐辛子のえぐみが移ってしまったのでランクインしました。また他の熟成肉の回と比べるとあまり変化がなく、熟成度も足りなかったのでランクインです。続いて第3位です。第3位は2021年7月に出したドライイースト熟成肉です。ドライイーストはパン作りに使用する酵母です。これはお肉からパンの香りがしてお肉本来の味が消えてしまい、イースト菌がいい方に働くと思いましたが、完全に悪い方向に働いてしまいました。硬さも身が詰まった感じではなく、繊維が残ってただお肉が硬くなった感じで美味しくありませんでした。続いて第2位の前に番外編です。これは2021年5月に出したブルーチーズ熟成肉です。ブルーチーズは青カビによって熟成を行ったチーズです。これをお肉に合わせて熟成×熟成で検証しました。何か食べたことあるなと思ったらマックのチーズバーガーにそっくりでした。お肉にチーズの風味が移り、ピクルスっぽい酸味が加わってチーズバーガーに似たのかもしれません。ランキングに戻りましょう。続いて第2位です。第2位は2021年9月に出したヨーグルト熟成肉です。普段からヨーグルトは鶏肉などを漬け込んだりソースを作ったりとお肉とは相性がいいはずだと思っていました。お肉本来のいいところが消えてしまった印象です。お肉自体は柔らかくはなりましたが、味が美味しくはなっていませんでした。期待していたゆえに少し残念です。ヨーグルトに軽く漬け込んだりして使うくらいがちょうどいいみたいです。そして惜しくもワースト1位になってしまったのは2021年8月に出した納豆熟成肉です。これは納豆菌によるタンパク質を分解してアミノ酸を生成して旨味がアップするのを期待しました。お肉に納豆の匂いがついて完全にダメです。お肉単体だと厳しかったので調理してキムチ炒めとして食べました。この回はオクラにするか本当に迷った回です。納豆菌最強です。2022年は他の食材だとどんな変化があるのか、温度や湿度の違い、菌の違いや菌の増え方などより専門的なことも見ていけたら面白いなと思っています。2021年もホルモン島田チャンネルをご覧いただきありがとうございました。来年もより面白さと美味しさを皆様にお届けします。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ワースト熟成肉ランキングいかがでしたか？改めて皆さん2021年本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。